の映像は壮絶な恋愛の末、恋人を殺してしまった女性の裁判風景を捉えたものです。I understand that they're hurt and I'm hurt as well. I have no excuse for what I've done, that's the main reason why I played guilty. I did knock out her tooth, but her family also covered it. I really have nothing to say. I'm the monster here, so. 2015年10月1日、アメリカ・ユタ州オグデン、被告人席に立ったその女性はビクトリア・メンドーサ。彼女の言葉を傍聴席でじっと聞いていたのは、ビクトリアの恋人タウニーの両親。タウニーとビクトリアは同性愛のカップルでした。タウニーの一家は少年院に出入りしていたビクトリアを家に迎え入れ、彼女が仕事を得られるように献身的に支援。ビクトリアもその恩に応えるため、全身のタトゥーを少しずつ消して社会人として自立しようと奮闘していました。そんな矢先、彼女は恋人のタウニーを46回めった刺しにして殺してしまったんです。自分を少年院から救い出してくれた恋人をめった刺しにした女性。愛し合っていた2人の関係はなぜ殺人にまで発展してしまったのか。思いやりにあふれるその恋人はずっと孤独だった人間にとっては眩しすぎたのかもしれません。おそすけちゃんです。やみやみこです。みおさんね、最近ネットフリックスで古いドラマでさ、グッドラックってあるじゃないですか。キムタクが主演してて。あれがなんかランキング載ってたんで、おもろくねえやろと思ってちょっと1話だけ見とこうと思って見たんですけど、バッチクソおもろくて、一気に10話見ちゃった俺。何パイロットの話だっけ？そう、パイロットの話。民間の航空機ってさ、全乗客乗員の命を握ってるわけじゃないですか。その責務を果たそうみたいな姿勢がこう男として痺れるなっていうのはちょっとあったんで、かっこいい。かっこいいんですよ。なので皆さんもね、お時間あればね、ぜひ見ていただければと思います。僕らの前職の会社が作ってたところですね。本日ご紹介するのはアメリカ・ユタ州で起きたあるカップル間の殺人事件について。2人の関係は同性愛で、だからこそ起こってしまった事件とも言われているんです。同性愛だからこそってどういうこと？別に殺人の理由にはならなくない？もちろん人にはよると思うんですけれども、特にね、女性の視聴者さんの中には彼女たちの葛藤に対してね、理解がある方もいるかもしれません。2人の女性のすれ違いで起こってしまったその事件は、深夜に響いた悲痛な悲鳴で明らかになったんです。私は怪物。2014年10月18日、アメリカ・ユタ州オグデン、深夜1時、イーストアベニューの境界に1台の車が止まりました。運転席には手を震わせながらスマホを操作する女性の姿が。そして電話がつながると同時に彼女は大声で泣き叫びます。私、タウニーを殺しちゃった。ねえ、私どうすればいい？電話の相手に必死で訴えるその女性はビクトリア・メンドーサ。彼女の小柄な体とウェーブのかかった長い黒髪は真っ赤な鮮血を浴びていました。電話を受けたビクトリアの妹はすぐに警察へ通報。警察が駆けつけると、ビクトリアは助手席に女性の遺体を乗せた状態で震えていたんです。亡くなっていた女性はタウニー・マリー・ベアード。ビクトリアは恋人である彼女のことを前ポケットに入れていたナイフで殺害したとその場で自白。被害者のタウニーは顔や頭、胸、腕など46箇所をめった刺しにされ、あまりにも無残な状態となっていました。これは思った以上に壮絶。ビクトリアはさ、犯人なのにこんな取り乱してるってことは、別に殺すつもりはなかったってことなのかしらとも思うけど、めった刺しにしてるくらいだから、なんかよくわかんないよね、これ。彼女はね、裁判で弁解の余地はないとも語ってるんです。一方で関係者にはね、被害者タウニーの振る舞いにも問題があったんじゃないかっていう人もいるんです。2015年10月1日、ユタ州オグデンの第二地方裁判所でビクトリアは自身の犯行について次のように供述しました。They're hurt and I'm hurt as well. I have no excuse for what I've done, that's the main reason why I played guilty. I did knock out her tooth, but her family also covered it. I really have nothing to say. I'm the monster here, so. 彼女が語ったのは、事件以前にも恋人のタウニーに暴力を振るって歯を折ったことがあること。その際、タウニーの家族が警察に通報せずに黙ってくれていたこと。そんな家族やタウニーを裏切り殺人を犯した自分がとんでもない怪物だということ。恋人同士で行われていた DV が殺人に発展してしまったという事実でした。一方、誰がどう見てもビクトリアにだけ非があるように見えたその状況で異を唱えたのは彼女の妹。姉とタウニーの関係がうまくいっていなかったことは日頃から聞いていました。でもDV の加害者はタウニーの方です。
弁護人はその証言をもとにビクトリアが DV の支配から逃げ出せない非虐待女性症候群の状態にあったと主張。彼女の犯行は DV で追い込まれ命の危険を感じた際の正当防衛だと言及したんです。被害者タウニーが歯を折られた際、ビクトリアもまた同じように顔に傷を負っていたことは事実。しかし2人の関係性を間近で見てきたタウニーの両親としては、タウニーが DV を働いていたとはどうしても思えなかったんです。2人は一体どのように出会い、どのような恋人関係を築いていたのでしょうか。2010年6月、2人が出会ったのはそれぞれタウニーが17歳、ビクトリアが18歳の頃。規制薬物所持で有罪となったタウニーは収容を命じられた強制施設へやってきました。長いブロンドの髪と美しいブルーの瞳を持つ彼女の姿は可憐そのもので、犯罪を犯した未成年が収容されるその場所とは似つかわしくありませんでした。それもそのはず、実はタウニーはこの時友人の代わりに罪をかぶってその施設へ送られてきたんです。一緒にドライブをしていた友人の車からマリファナが発見された際、乗っていたメンバーの中で未成年はタウニーだけ。自分が名乗り出れば友人たちが罪に問われるよりも軽い刑で済む。そう考えた彼女は発見されたマリファナを自分のものだと言い張り、罪を一人で被ることにしたんです。タウニーは外交的で友人が多く、誰からも好かれる少女。犯罪を犯した友人でさえかばってしまう優しすぎる側面から好かれていた部分もあるのでしょう。そしてこの施設で彼女が出会ったのが後に恋人となるビクトリアでした。あなたも曲を書くの？今度聞かせてよ。強制施設へ収容されてから数日後、ビクトリアと知り合ったタウニーは声を弾ませて彼女と話をしていました。将来は歌手になることを夢見ていたタウニー。一方のビクトリアも音楽に精通していたため、2人は意気投合。ビクトリアは外交的なタウニーとは違い、物静かな少女。全身にタトゥーを入れた風貌も合わせ、2人は真逆のタイプに見えましたが、互いに自作の楽曲を聴かせ合うなどしながら仲を深めていきました。そして実のところ、ビクトリアは同性愛者、タウニーはこれまで男性としか付き合ったことがありませんでしたが、不思議とビクトリアを受け入れる気持ちになり、2人は恋仲になっていくんです。これさ、うん初めから2人ともが同性愛者だったってわけじゃなくって、タウニーがビクトリアと出会って初めて女性を好きになったってことなのね。そうなんです。実は女性にはタウニーのようにね、男性が恋愛対象ではありつつも、女性にも魅力を感じるって人も結構いるんですよ。本日のメトラキーワード、女性のバイセクシャルについて。2015年から2019年にかけて行われたアメリカ疾病対策予防センターの調査では、同性愛者の割合は女性 1.5%、男性 1.9% と男性の方がわずかに多い結果が出ています。一方、女性と男性どちらにも性的魅力を感じると答えた人の割合は女性 4.8%、男性 1.1% と女性が男性の4倍以上の数値を記録。同性愛者は男性の方が多いものの、男性と女性のどちらも恋愛対象になるバイセクシャルは女性の方がはるかに多いことが分かっています。さらに生涯で一度でも同性との性行為の経験があると答えた人の割合は女性で 20.8%、男性で 7.3%。この数値を見るに、タウニーのように過去に男性と恋愛をしてきた女性が突然女性と恋愛関係になるケースも珍しくないことが分かるんです。タウニーとビクトリアが恋仲になると、2人の互いの家庭事情など踏み込んだ話も共有するように、そんなやりとりの中でタウニーは次のように考えます。ビクトリアは私よりもずっと苦労してきてる。彼女を助けてあげたい。ビクトリアは10歳の頃に父親の自殺を経験して以来、自暴自棄になって家出や不登校などの非行を繰り返すようになった少女。さらに彼女の母親は癌を患っており、余命いくばくもない状況。病気の母親と2人暮らしのビクトリアは生活も困窮しており、少年院のような施設に出入りしている原因はその環境にあるとタウニーは考えたんです。そこでタウニーは施設を訪ねてきた母親にビクトリアのことを迷わず恋人だと紹介。孤独に生きてきたビクトリアがタウニーの家族と親密な関係を築けるように計らったんです。そして迎えた2010年8月、タウニーはビクトリアより1ヶ月早く釈放されることに。その際、ビクトリアはこう釘を刺したといいます。外に出て私以外の誰かに浮気したら承知しないからね。この時はタウニーもその言葉をちょっとした嫉妬程度にしか考えていなかったのですが、タウニーは本当に素敵な子だと思うけど、ビクトリアの態度はなんか意味深な感じよね。出所した後2人の仲ってあんまうまくいかないんじゃないの？実はね、そうなんですよ。ビクトリアはね、同性愛者だからこそ、本来は同性愛者ではないタウニーに対して強い不安を感じていたんです。離れられない2人。
強制施設を出所後、タウニーがビクトリアを連れてくると、全身タトゥーだらけのその姿に父親のケイシーは少し驚いた様子でしたが、彼女を歓迎。タウニーの両親に受け入れられたビクトリアはその家に入り浸るように、二人は部屋にこもり、一緒にテレビを見たり音楽を聴いたり、微笑ましい時間を過ごしていました。しかしその関係性はすぐに陰りを見せ始めるんです。タウニー、私浮気したら承知しないって言ったよね。ビクトリアはいつからかそう言ってたびたびタウニーを責め立てるように。タウニーは浮気などはしていないのですが、彼女は非常に友人が多かったためにビクトリアは心配が絶えなかったんです。加えてタウニーは本来同性愛者ではありません。ビクトリアの中には彼女が本当は男性の恋人の方がいいと思っているのではないかという不安が常にあったんです。ビクトリアはあまり友人が多くなかったため、タウニーは彼女に積極的に友人を紹介しました。ただその度にビクトリアは焼き餅を焼くため、友人からは束縛が激しすぎるとあまり評判が良くなかったんです。同性愛者だからこそ感じる不安ってそういうことだったのね。確かに同性愛者の子がそうじゃない子と付き合うってすごい不安を覚えそうな感じはわかる。でもね、二人の関係っていうのを最初に裏切ったのは実はタウニーじゃなくてビクトリアの方だったんです。ビクトリア、私はあなたを信じてたのに、どういうことか説明して。その日、いつになく真剣な表情でビクトリアを睨みつけていたタウニー。彼女が怒っているのはビクトリアがタウニーの親友と浮気をしたから。ただビクトリアはその友人のことを本気で好きだったわけではありません。他の友人と仲良くするタウニーに憤慨したビクトリアは彼女への当てつけで浮気をしたんです。こうして2人は一度破局しますが、ビクトリアはすぐに復縁を求める謝罪動画を YouTube にアップロードしました。直接送れよ。But I keep drawing blank because I know that I'm recording myself and I know that I'm doing it. Like, I know that I'm on video and stuff, but I'm gonna just start from where I feel like I need to start and where I need to end. First, I want to say is I'm sorry for hurting you and cheating on you with your best friend. And your best friend is a slut, and I don't like her. She's gross, and I can give a fuck less. This video is like an apology to you, and the girl I'm talking about is Tani, and I'm trying to get her back to be with me so I can keep her again and for her to give me another chance. タウニーはこの動画を見て思い直し、結局ビクトリアとの復縁を選ぶんです。こうして2人の関係が始まってから2年が過ぎた2012年6月、がんを患っていたビクトリアの母親が他界。ここからの2人の関係はタウニーの家族の協力もあって一見うまくいっているように見えました。タウニーの両親は母親を亡くしたビクトリアを本格的に家族の一員として迎え入れることに。両親はビクトリアが母親を亡くした悲しみを克服し、安定した暮らしを得られるよう生活をサポートしつつ職探しを手伝ってくれたんです。ビクトリアも彼らの期待に応えるために全身に入れていたタトゥーを少しずつ消し、立派な社会人になれるように努めました。ただいくら感謝の念があったとしても、彼女のタウニーとの関係性への不安はずっと拭えないままだったんです。ある晩、タウニーの自宅リビングでは両親とタウニー、ビクトリアが一堂に会し深刻な空気に包まれていました。ビクトリア、あなたを警察に突き出すわ。タウニーの母親は怒りをあらわにビクトリアにそう告げました。それはビクトリアがタウニーの顔を殴り歯を折ってしまったから。タウニーが他の人に取られてしまうという強い不安からビクトリアは DV を働くようになりました。一方、彼女に暴力を振るわれたタウニーは、ママ、これは違うの。二人でパーティーに出かけた時に男の子たちの喧嘩に巻き込まれちゃって、そう言い張りビクトリアをかばったんです。その優しさはマリファナを所持していた友人をかばって罪をかぶったあの頃と全く変わっていませんでした。そして迎えた2014年10月18日の深夜、ついに悲劇が起こってしまうんです。その晩、タウニーと2人で家路に着いたビクトリアは車のハンドルを握りながら苛立ちをあらわにしていた。ビクトリア、機嫌を直して。彼女とはただの友達よ。その晩、ビクトリアとタウニー、そして彼女の親友は3人で夕食をとっていた。その席でタウニーとその親友があまりにも親密な振る舞いをしたためにビクトリアは焼き餅を焼いていたのだ。極めつけはタウニーが親友と別れる際のこと。なんで私以外の相手に愛してるなんて言うのよ。タウニーは親友と愛していると言葉を交わしハグをして別れた。それは親友同士のただのスキンシップに過ぎなかったが、間近で見ていたビクトリアにはタウニーのその行動がどうしても許せなかった。タウニーは、本当は私よりあの子がいいんだわ。そうなんでしょ。激しくまくし立てるビクトリア。そんな彼女の様子にタウニーはもう限界だった。ここ最近喧嘩ばかりで嫌になっちゃう。こんなんばっかりだったら私たちはもう一緒にいない方がいいんじゃないかな。タウニーがその言葉を口にすると同時にビクトリアの頭の中でプツンと糸が途切れる音がした。
この後ビクトリアはタウニーを無我夢中でめった刺し、凶器のナイフはビクトリアがもともと持ち歩いていたもので、彼女は犯行に計画性はなかったと説明。一方で検視の結果、タウニーには刺し傷を除いて複数の打撲痕が見つかり、彼女が日常的に暴力を受けていたことも明るみに出されました。事件から約1年後の2015年11月10日、第1級殺人で有罪となったビクトリアは最低16年仮釈放なしの終身刑に。彼女の妹はビクトリアが DV の被害者だったと証言し、正当防衛の可能性を示唆しましたが、結局その事実は証明されていません。ビクトリアと娘タウニーの仲を認め、献身的にサポートしてきた両親は判決に際して次のように述べました。死刑は望みません。ビクトリアには今回のことについて考える時間を持ってじっくり苦しんでほしい。性的思考のすれ違いもあり、異常なまでの束縛に走り、挙句殺人にまで及んでしまったビクトリア。彼女には同性愛者だからこその葛藤がありましたが、そうでなくても恋人をつなぎ止めたい一心で暴力に発展してしまうケースは決して珍しくはありません。そして暴力による支配の後には虚しい結末しか残されていないんです。あなたは恋人からの異常な束縛を経験したことがありますか？もしそんな束縛に遭うとしたら、どのように相手と向き合いますか？全身170箇所を殴打されて死亡した5歳の少女。日本の法律を変えた痛ましい事件の全貌とは。2018年3月2日、東京都目黒区、夕方5時を過ぎた頃、救急隊のもとに1本の電話が入りました。子供の心臓が止まったかもしれません。救急車が来るまで心臓マッサージをした方がいいですか？緊迫した様子で救急隊の指示を仰ぐ男性。数分後、まだ5歳の少女船戸優愛ちゃんが緊急搬送されますが、彼女は間もなく帰らぬ人に。数日前から嘔吐が止まらず、経口放水液を与えて様子を見てたんですが、こんなことになってしまって。そう言ってうなだれる父親と泣き崩れる母親を前に、その場にいた誰もが胸を痛ませます。一方でこの時、優愛ちゃんの処置に当たった医師だけは、最後まで献身的に優愛ちゃんを介抱したはずの両親を怪訝な目で見つめていました。なぜなら優愛ちゃんの小さな体には170箇所にも及ぶ打撲や切り傷があったから。170もの打撲痕を残し死亡した一人の少女。まだ幼い5歳の少女が体験した壮絶な虐待の経験とは。本当の親になりきれなかった彼女の父親は、娘のことよりも自分のプライドが大事だったのかもしれません。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。